放された最弱勇者、ガチャ進化で無双の頂へ。第57話、黎明のしるべ印。ユーマが赤黒い光の中心に触れた瞬間、全身を裏返されるような衝撃が走った。しるべ天が灼熱し、皮膚が裂け、滲んだ血は光に吸われるようにして消えた。門の中心に張り巡らされた光の糸がユーマ太りの魔力へ吹き寄せられていく。このまま進めば命と引き換えに逆式に一縷の望みをかけられる。やめなさいユーマ。それじゃセレスの声が裏返る。ダメにゃ、そんなのダメだにゃ。いいなも涙声で叫ぶ。だがユーマは振り返らない。門の向こうから吹き込む異界の風が髪を乱暴に叩いた。魔力が渦を巻き、心臓をわしづかみにされるような圧が襲う。白色の陣はじわじわと、だが確実に姿を整え組み上がっていく。ガルドが気づき、獣じみた方向を上げた。何をする気だやめろ。黒い触手が船底をうがち、針が音を立てて崩れる。セレスは片腕を持っていかれそうになりながらも防御陣を組み、リーナは短剣で触手の軌道をそらす。攻撃は止まらない。ユーマの指先は痙攣し、喉の奥から血の味が広がった。赤い光の中でガルドの影が揺れる。門の中心が悲鳴を上げるように波打ち、魔力は容赦なく吸われ、皮膚が裂け、血が猛烈と滴るたびにチョークとなって消えた。まだだ、ユーマは叫び、両手を導け天に深く押し込んだ。ガルドの触手が背後から伸び、ユーマの胸に絡みつこうとした。その時だった。待てー、脳裏で何かが吹けた。逆式の代償は膨大な魔力。なら俺じゃなくていい。あの上位個体ガルドに押し付ければ、ユーマは視線を一瞬もそらさず、迫り来る触手を真正面から掴み取った。燃えるような熱、雷光がほとばしり、手のひらが裂ける。方向とともに掴んだ触手を導けてねとねじ込んだ。貴様。ガルドが初めて声を荒げた。暗黒の鎖が何重にも巻くつき、ユーマの腕を吹きちぎろうする。それでも歯を食いしばり、触手をさらに奥へ通しやる。いけー。明かりと闇が激突し、甲高い悲鳴のような音が船底を震わせた。中心で赤い糸がうごめき、ゆっくりと確実にガルドの魔力を食らい始める。渦が膨らんでいく。こんなのリーナの息が詰まる。セレスも言葉を失った。成立してる。本当に成立してる。画面の奥、ガルドの赤い瞳が激しく揺らぐ。貴様、この私を媒介にするとか話すかよ。リーナが弓を限界まで吹き絞った。今ね、雷陣の矢が次々と放たれ、ガルドの肩、脇腹、首筋をうがつ。セレスが氷の陣を連ね、鋭いつららが触手をなぎ払い、粉々に砕いていく。白色の渦がガルドごと飲み込み始めた。聞いてるもっとだ。ぐぬー。ガルドの巨体が傾き、触手が一本また一本とちぎれ飛ぶ。黒い外からに深い亀裂が走り、青黒い血が噴き出した。赤い糸が太く熱を帯びて脈動する。渦が収束へ、逆式が完成へ向かって加速していく。いける。ユーマの胸に希望が灯った。稲妻が触手をうがち、セレスの氷場が傷口をいてつかせる。3人の猛攻にガルドは確実に削られていた。押し込めー。ユーマが叫ぶ。あと少しにゃ。リーナが弓を締めながら叫び返す。貴様ら人間ごときに。ガルドの声が初めて歪んだ。勝負は決したかに見えた。触手がしおれ、赤い糸がバルドを完全に媒介として食らい始める。セレスの瞳が輝く。このまま完成する。だが次の瞬間、ガルドの全身から漆黒の
鳴を上げて縮んだ。漆黒の本流がしるべ天を飲み込み、陣に深い亀裂が走る。赤い糸が一瞬でちぎれ、渦がしぼんでいく。客式が崩壊していく。セレスが絶叫した。ユーマ、もう離して。死ぬにゃ、イーナが這いながら叫ぶ。けれどユーマは、触手を握りしめたまま、歯をむき出しにした。まだだまだ終わってね。手のひらの肉が焦げ、血が剣心を伝って滴る。来光の剣が悲鳴を上げ、刀身に無数の亀裂が走った。触手が胴を貫こうと迫り、逆流する赤い光が胸を焼き尽くす。視界が真っ赤に染まり、肺が潰れそうになった。もうダメだ。セレスとリーナの声が皆そこのように遠ざかる。それでも指は触手を離さない。違う俺には血まみれの刻印は一瞬だけ金色にきらめいた。そうじゃない。俺にはまだあれが残ってる。変われ。声はかすれていたが、その一言で刻印はかすかに脈打つ。古い文様が太筋、別の線へとかく変わった。ユーマは歯をむき、血へどを吐きながら叫んだ。俺は進化の剣のを持つものだ。刻印ごと全部まとめて進化しろ。瞬間、バルドの肉体を伝い、未知の力が刻印に叩き込まれた。武器でもアイテムでもない。刻印そのものの骨格をねじ曲げ、角変える力。バルドの肉体が導線となり、ユーマの胸王で眠っていた進化の核が炸裂した。黄金の本流が逆噴射する。手のひらからしるべてね。黄金の閃光が一直線に突き抜けた。赤い糸が瞬時に金色へ染まり、刻印がうねり、ぺしみながら別次元の形へと変貌する。ここで終わらせる。これで終わりだ。バルドが激しく抵抗する。門は我が身の延長だ。この程度飲み込んでくれるわ。闇が膨れ上がり、甲板が悲鳴を上げてひび割れる。だが刻印の光がそれを上回った。赤、青、金、三色の光が重なり合い、古い文様が音もなく剥がれ落ちていく。ブルー、セレスの瞳が震える。刻印が勝手に角変わっていく。金の雷が輪郭をやましり、中心の青い光が静かに呼吸を始めた。門の糸が共鳴し、すべてが金色に染まる。そして光が老けた新しい文様が浮かび上がる。それはこれまでとは違う二重らせんのような形状をしていた。ユーマの視界に名が走る。黎明黎明のしるべ印動員。かすれた声でつぶやいた。続く次回第58話刻印の選択肢。